動目標いくかいかないか KPI 達成できるかできないか先に分かるから、そこでちゃんとアクションを取ってないことがいけないんだから、こういう質問した時点で管理者失格ですよと僕は思うんですよ。なるほど。だからちゃんとできる人は結果目標だけモニタリングしながら報告だけもらえばいいんですよ。改めてですけど、はい、目標数値に満たない時の動き方みたいな話の質問があったんですけど、はい、目標数値に達しない月で部下のモチベーションが下がっている際にどのような声掛けや動きでモチベーションを維持するか、モチベーションはどうでもいいですよ。単純に目標があったとしたら年だとするじゃないですか。じゃあ年を分解していって月になりますよね。月の目標になりますよね。はい、これがある意味年次の結果目標が KGI だとしたら、はい、月の目標が KPI、この月の目標が KPI だとしたら、これをやるための行動目標を作るんですね。何をやったらこの月の KPI 達成できるんですか。はい、例えばじゃあ営業、ね、アポイントポン取るとか100本行くとかね、その目標を決めたら100本行ったら大体受注率これぐらいだから月の KPI としてはじゃあ30本取れますよね、30本を月で毎月取っていったら年間の目標である300本は全然いけますよね。こんな感じの立て方するじゃないですか、そしたらその月の目標30本で、その30本を受注するために100本のアポをこなすと。この行動目標100本のアポをこなすために何をするかっていうのが毎日の行動じゃないですか、だから目標数値に達しない部下がいるときに、じゃあ管理者お前何やってたんだって話なんですよ。仮にやるべきことやっててそれでも部下が達成できなかったら次に達成できるように行動して管理者として行動していくわけですけど、だから結果を待って言ってることとして本当はおかしいんですよ。月の KPI 達成するためにこの行動目標があって設定させて、この行動をするって決めてやらせるわけだから、だとしてこの行動をちゃんとやってるか日時でちゃんとチェックしろよと。これをチェックしてたら当然行動目標いくかいかないか KPI 達成できるかできないか先に分かるから、終わってから分かるんじゃないのと。半分ぐらいいったらもう分かってるし、なんなら1週間やったら分かってるし、そこでちゃんとアクションを取ってないことがいけないんだから、こういう質問した時点で管理者失格ですよと僕は思うんですよ。なるほど。そうするとこういう人がいるとね、いやそんな行動管理までいちいちしたら、ね、成長しないじゃん。いやいや、その行動をちゃんとできるまで、習慣化できるまで、ね、育成するのもう役目じゃないのと。それはあなたがやりたくない言い訳じゃん。マイクロマネジメントって言われる時もありますけど、いやいや、それそうだ、できないやつにマイクロマネジメントするわと。できるようになってほしいからと。できるやつに関してはマイクロマネジメントするのしないよと。でもできないやつに関しては、できないって何ができないかって、その行動ができてないわけだから、大体の人。ちゃんと行動ができる習慣まではマイクロマネジメントしろよと。できもしない人に、行動もちゃんとできない人に対して、マイクロマネジメントをしないとか、行動管理しないって言って、それ管理の人が放棄してますよ。そもそもその質問おかしいですよね、いつもですよ。なるほど。だから次の質問も一緒ですよね。この質問も一緒だったんですよ。今週もできませんでした。そもそも終わってから今週も達成できませんでした。報告受けて時点で間違ってますよ。そんな感じなんだったら、毎週のちゃんと行動 KPI とか、行動目標とか行動 KPI とかちゃんと管理しないといけない。日時の行動できてない人は、それ週次でできるわけないじゃん。日時が達成できない人がいるんだったら、その降りていって日時の達成のために日時の行動管理をしないとやれるわけないじゃん。だからまあちょっといろいろ言ってしまいましたけど、こういう質問する時点で管理者失格なんですよ。自分がやってないことを自分でバラしたっていう。もう一回言いますけど、経営時代結果目標があって、そのために KPI 設定しますよね。経営達成に導く重要指標ですよ。行動目標を作らせますよね。それに対する行動をさせますよね。だからちゃんとできる人は結果目標だけモニタリングしながら報告だけもらえばいいんですよ。それはできない人はちゃんと KPI の設定が正しいかちゃんとマネジメントしなきゃいけない。この KPI が達成できないんだったら、これも KPI の設定が悪いのか、行動目標まで降りなきゃいけない。行動目標の設定までちゃんとサポートする。考えさせる。この行動目標も達成できないのか、そもそも行動がおかしいから行動をやってるのか、その行動合ってるのか、そこまで降りてみると。できる人は結果だけ管理し、モニタリングしてるかもしれない。でも、どんな動きをしてこの結果を出してるかっていうのも、当然できない人に本当はナレッジシェアしたいから、ちゃんと確認をしに行きますから、そのためにちゃんと報告させるわけですね。できる人はそれでいいんですよ。でみんなできない人までも全部そうやって管理しようとするから、で、こいつができないから悪いみたいなこと言うじゃないですか。もちろんその手間をかけるかかけないかは、方針とかね、会社の方針であったり、その部の方針とかにもよりますけど、本来はそのできない人に結果出させたいんだったら、降りてってやるしかないんですよ。それが自分だとしてもチームのメンバーを使ったとしても、そういうことをやらなきゃいけないのに、いつも結果だけ見て、こいつできる、こいつできないというのはちょっと違います。だから目標未達時に
因果関係をちゃんと取っていって、何が悪いか、何を変えなきゃいけないかっていうのをちゃんと見定めて、はいお相手の内容に沿ってどこを改善したらいいかと、ちゃんと指摘できたりサポートできたりするのがいいリーダー、結果が出せるリーダーですよね。ありがとうございます。前の、動画でも言ったんですけど、目標っていうものの多分その捉え方とか設計をそもそもやっぱちゃんと定義した方がいいし、それをちゃんとプレイヤーもメンバーも合わせた方がいいですよね。とにかくそう目標達成することが是で、目標達成しないことが非で、あれか勝つかみたいな考え方を全部捨ててしまった方がいい。どうしてもそういう認識ですね。認識でいましたし、目標に立つはちょっとやっぱ怒られるんじゃないか。その中で言ったら僕、会社経営してから売上目標はいとか一回も達成したことないんですよ。あ、そうですか。いつもより目標、計画、予算とかってやってますけど、大体計画は何とか超えるか超えないかとかその年になりますけど、結構自分で出したそのでかい目標に関しては達成したこと一回ないんですよ。自慢する話じゃないんですけど、いやいや目標をどう使うかの話ですよ。なるほど。だから僕はそういう方がいいと思ってるし、自分もそうしてるから、達成できないぐらいちょうどいいという持論なわけですね。自分の会社だからそれをちゃんと定義としてもいいので、でもある意味目標っていうものをちっちゃい目標にして、うまくだから使って、必ず目標達成するんだってやりきる人もいるじゃないですか。まあ、それもある意味僕からしたら僕が言う計画で、自分が今ある能力をちゃんと出し切ったら、この1年間このぐらいの結果を出せるから、これを目標にしようという人は、それはそれで別に使い方としては最大限のだから結果を出すためにうまい目標の使い方をしてるんだったら、別に結論としてはいいわけですね。だけど会社の中だとそれで言ってると目標っていう言葉がすごい不明瞭になっちゃって、僕は会社の中で僕が思う目標っていうものの使い方を定義して、こういう会社ですからねってこう言うんですけど、それぞれの会社とかそれぞれのチームでちゃんと定義、世の中的には目標ってこういう感じで捉えられてるけど、うちの会社ではこう定義します、こういう会社なんですよ。うちのチームではこういうふうに定義します、こういう会社なんです。言語化合わせをして結果を最大化するための一つの手法ですよね。目標管理手法ですみたいな話だから、目標達成するかしないか丸か×じゃないよっていうのをちゃんとこうインストールしないと、僕もこれだけ言ってこれだけしないで言っても、まだやっぱりその学校教育の呪縛から解かれない人たちいっぱいいて、新卒とかも特にそうですけど、学校を卒業したばっかりでそういう頭をこう変えるのにやっぱ常にもう毎年この話が出れば出るほど毎回言ってるんですよ。いつも言って世の中に出たら正解がないので、常にいつもベストを探してベストを選択してやらなきゃいけない。二択論であることさえもそもそもないんですよ。そんな世の中簡単だったらもっと生きるの簡単ですよ。だからとにかく正解か不正解か社会人だったら追い求めてやめる。ベストを尽くせと常に。社会に出たらとにかく二択論がないと。0か100かじゃない、全部グラデーションだから。いろんな選択肢があるからと。なるほど。冒頭におっしゃったように、結果を最大化するためのツールとして目標設定をしなさいということですね。はい。貴重なお話ありがとうございました。本日は目標未達人こそリーダーの力が問われるということでお話をさせていただきました。少しでも気づき、学びがある方がいたら嬉しい限りです。ありがとうございました。